こんにちは、デザインドリップです。今回はこのようななみなみとしたリードガラス効果のインスタバナーの作り方を紹介します。はい、それでは始めていきます。まず新規ドキュメントを 1080×1350 ピクセルで作成します。背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。こちらをコマンド J で複製します。でこちらのサイズを変えていきたいと思います。プロパティパネルの変形のこの横幅 W のところを今1080となっていると思うんですけれども、後ろの方にスラッシュ20とつけて20分割します。はい、こんな感じです。さらにこちらをダブルクリックしてグラデーションオーバーレイを設定していきます。色は基本の中にある黒白で、角度は0度、比率は 100%、通常モードの不透明度は 100% で、シェイプ内で作成で、こちらで OK します。はい、でこちらをコマンド J で複製してシフトを押しながら右にずらしてぴったりとくっつくように並べていきます。もしスマートガイドにチェックが入っていない場合は、表示メニューの表示非表示スマートガイドにチェックを入れておいてください。でこちらでどんどん複製して並べていきます。はい、こんな感じで全部が埋まったと思います。ここまでできたらグラスなどと名前をつけて PSD ファイルとして保存しておいてください。こちらでガラス用の素材の作成は完了です。はい、次に画像にガラスエフェクトを適用していきたいと思います。また新たに新規ドキュメントを 1080×1350 ピクセルで作成します。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。1080×1350 ピクセルの長方形を書いてください。でこちらの位置を X と Y を0にして、このようにぴったりとドキュメントに重なるように配置します。色は F7、F2、E7 のベージュにしておいてください。はい、次に今作った長方形をコマンド J で複製します。こちらの高さを変えていくんですが、プロパティパネルの変形の今度は H、高さのところを880にします。はい、こんな感じです。こちらに画像をはめていきます。あらかじめダウンロードしておいた画像をこちらにドロップします。で大きさを横幅が1080になるように配置してください。はい、で横幅1080で X が0になっているのを確認してください。でこちらをオプションでクリッピングします。するとこんな感じでクリップされます。位置はお好みで大丈夫です。こんな感じで配置しようかなと思います。こちら画像を配置した段階でスマートオブジェクトになっていると思うんですけども、もしなっていない場合は右クリックからスマートオブジェクトに変換しておいてください。でこちらのレイヤーを選択した状態でフィルターメニューのフィルターギャラリーを押します。でこちらでこの変形のガラスを選択します。そしてこのテクスチャーの一番右のアイコンをクリックするとテクスチャーの読み込みというのが出てくるので、こちらをクリックします。でこちらで先に作ったグラス PSD を読み込みます。するとこんな感じでなみなみになりました。でこちらの設定をいろいろ変えていきたいと思います。お好みでいいのですが、今回は歪み10、滑らかさ5、拡大縮小を 80% にしました。こちらで OK します。はい、するとこんな感じでなみなみのグラスっぽい加工になりました。で位置などをお好みで調整してください。はい、こちらで画像のガラス加工は完了です。はい、最後にテキスト周りを作っていきたいと思います。テキストツールに持ち替えて、フォントはベントンモダン D、ディスプレイの D です。ウェイトが XCN、サイズは170ピクセル、カーニングがメトリックスで、トラッキングは0、色は000000の真っ黒で OK です。こちらでリリットグラスと書きます。コピー用のテキストを概要欄に貼っておくので、そちらをご利用ください。でもし気になるようであればちょっとカーニングを調整してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。でこちらのレイヤーとこの四角のレイヤーを選択して中央に揃えておきます。はい、こんな感じです。でこちらのレイヤーをコマンド J で複製して下の方に持っていきます。サイズを80ピクセルに変更します。でこちらのテキストを変えていきます。こちらをカッコエフェクトと変えてください。でちょっと拡大します。よく見るとカッコが下に下がっているので、カッコだけ上に上げたいと思います。カッコだけ選択してこちらの部分に5と入力します。するとこんな感じで上に5ピクセル上がりました。右のカッコも5ピクセル上げます。
はい、こんな感じです。で、こちらのテキストと先のリーディットグラスのテキストを同時に選択して左に揃えておきます。はい、次はフォントを変えます。はい、次はバレー、レギュラー、60ピクセルでメトリクスでトラッキングは0で色は同じ真っ黒で大丈夫です。こちらで Photoshop チュートリアルと書きます。こちらもコピー用のテキストがあるのでコピーして使ってください。で、こちらと上のこのグラスのテキストを同時に選択して右に揃えます。はい、こんな感じです。で、このエフェクトとこの Photoshop チュートリアルのテキストを同時に選択して上に揃えます。で、ちょっと拡大します。で、この下の2つのテキストを上のリーディットグラスのテキストの下の方につけて、はい、この D の下の方につけて、こちらから20ピクセル下に移動します。シフトを押して1、2。はい、こんな感じです。次にまたフォントを変えます。はい、次はヘルベシカノイエ LT55 ローマン18ピクセル、行間は20ピクセルで、カーニングはメトリックスのままで、トラッキングも0のままで大丈夫です。色も真っ黒のままで大丈夫です。こちらも概要欄に貼ってあるんですが、コピー用テキストを流し込んでいきます。で、こんな感じになったと思います。で、今こちらがポイントテキストというものになっているので、段落テキストというものに変えていきたいと思います。こちらのレイヤーパネルで右クリックをして、下の方にある段落テキストに変換を押します。すると枠がこんな感じでできます。で、この状態で段落パネルに移動して、この右端の両端揃えをチェックします。するとこんな感じで両端がきれいに揃いました。はい、こんな感じです。で、こちらと背景レイヤーを選択して中央に揃えます。で、ちょっと拡大します。で、こちらを Photoshop の P の下の方につけて、こちらから30ピクセル下に移動します。シフトを押して1、2、3。はい、こんな感じです。で、先に書いたリーディットグラスから今書いたテキストまで4つのテキストをまとめてグループ化して、テキストなど分かりやすく名前をつけておきます。で、あとはこちらの位置を整えます。このベージュの四角い枠の中の中央に揃うように整えてください。はい、こちらで完成です。このリードガラス効果、ここ数年流行っているんですけれども、今年もまだまだ流行っているので、今回取り入れてみました。テキストは秋っぽく、ちょっとエレガントな感じに仕上げてみました。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。